はい、どうもこんにちは。 CNC の加工には未だに XP を使っているエンジン太郎です。今回ですが、燃焼室の成形をまずやっていこうと思います。そのために今回燃焼室は CNC で削っていくんですが、前回のように旋盤にかけられればよかったんですが、これさすがにこの辺を振り回すとなるとここが半径になるので、さすがにこの距離は振り回せないので、なんとか CNC で進めていきます。一応 CNC のプログラムはもうこの立ちコマに入れてありますね。こいつです。なのであとは削るだけですが、これ失敗したくないので、一度スタイロフォームとか、柔らかい素材でテスト切削してみます。それがうまくいったら本切削に入ります。ではテスト切削からスタートしていきます。カメラタイプのスコープで原点出しをしていきます。これで原点は OK ですね。さて、ではテスト切削進めますか。とりあえず1回目パス終わりましたね。特に問題なさそうですね、この時点では。一応2回目もやっておきます。2回目は仕上げパスなので、ボールエンドミルを使って削っていきます。はい、テスト切削終わりました。今の時点では問題はなさそうですね。原点さえきちっと出せば特に問題はなさそうですね。ではまず原点をきちんと出すところから始めなきゃですね。はい、各所一応ポンチは打ったので、今から位置出しをきちんとやって切削工程入ります。 CNC による切削ですね。ここは一発勝負になるので結構慎重にいきます。まずは原点ですね。はい、これで原点出し OK。 XY はこれで揃いましたね。これで高さも合わせたのでいよいよ切削ですね。はい、1回目切削終わりと。特に問題ないですね。よし、じゃあ2回目いきますか。次はボールエンドミルで仕上げです。エンドミルを付け替えて2回目の仕上げ切削を進めていきます。はい、とりあえずこれで切削終わりました。はい、燃焼室成形できました。特に問題はないですね。あえて言うならバルブガイドシートもうちょっと長く作っとけばよかったですね。ただ実際にはこれ一段下げたいので友削りしてますが、ここ落とすと思います。
なのでこれはこれで問題なく進むんではないかと思います。やっぱ CNC でやると綺麗にいきますね。ただ微妙にやっぱ鋳造の差がありますね。完全になしというわけにはいかないですね。まずはエキゾーストからいこうか。高さはいけるか。まずはエキゾーストポート面の最終仕上げをしていきます。よし、綺麗になったね。よし、スコープで原点出しをしないと。よし、原点 OK。そしたら直径 19mm で深さ 1.5mm ほどの座繰りを作っていきます。はい、ここ、固定用の M4 の下穴ですね、まずは。あとは今開けた下穴にすべてタップを立てていきます。はい、ネジ穴開けたので駅マニガは完了ですね。そしてインマニガ進めていきます。よっと。はい、次はインレット側の穴開けっていうかネジ穴ですね、やっていきます。さてセットできたので、この面まだ荒れてるところあるのでちょっと剥いてきれいにしちゃいますね。はい、これでこの面きれいになりましたね。ちょっとここ巣が残ってますが、もうこれを消えるところまでやるとなくなっちゃいそうなので諦めます。素人工作は諦めが肝心です。これで穴開けと。
たら、あとはネジタップ立てて、割とよし、できた。はい、インレット、インマニ側のネジ穴やなんか全部終わりましたね。よし。今回ヘッド位置が若干ずれたせいで、ちょっと中心に来なくなっちゃったんですよね。なので、それに合わせて、マニホールドもオフセットした形で再設計となります。では次の作業はバルブシートカット用の工具製作となります。では、引き続き作業で、バルブシートカッター製作していきます。素材は SCM の、一応440って聞いたんですけど、435かもしれないですね。もらい物の素材です。SCM であることは確かなようなので、まあこれでいけるでしょう。今回一応焼き入れもやります。シートカットの工具は合計4個必要ですね。まあそんなに難しい形状ではないので、サクッとやってしまいます。1個が 60mm だから 70mm も出しときゃいいでしょう。まあ外形整えてネジ穴開けてというのをあと3つ作っていきます。はい、大体の部材取り一旦終わりました。4本。こちら側は M8 のネジ入れてあるな。ネジ穴開けてあります。次はこの切りっぱの方の加工を進めていきます。はい、でまず、素材ができたので1本目。これですね。直角のやつからいきます。セットができたらまずは単面を整えるところから始めて、次はセンタードリルでもみつけ、そしたらリーマーの下穴開けをして、最後にリーマー仕上げをしていきます。穴開けの部分が終わったら刃となる部分を作っていくんですが、これは90度のやつなので、まあ何も考えずにちょっと細くすれば OK です。よし、1個目 OK。
はい、いよいよ角度付けですね。とりあえずは30度からいきますか。30度と。残りの角度付けもどんどん進めてしまいます。4種類できましたね。直角と、30度と45度と60度と。これで旋盤作業は終わったので、ここからフライス作業で刃をつけていきます。ほうきん削るだけなので、そんなにツンツンの刃は立てなくていいので、簡単に刃をつけて、そしたら焼き入れですね。では、フライス作業を始めていきます。こっちにセットした方が見やすいか。前回バルブシートカッター作った時もそうですが、削る相手がほうきんの時はあまり鋭い刃にしない方が無難ですね。少し生倉ぐらいがちょうどいいです。これで仮の刃がつきましたね。こんな感じで、残り3つやっていきます。あとは焼き入れをして硬くして最終的に刃をきちんとつける感じですね。それでいけます。前回とこの辺は同じですね。じゃあ焼き入れ準備していきます。はい、では焼き入れの準備ですね。炉に電源入れて、880度。あとは炉が温まるのを待ちますね。今約850度。この辺でいいでしょう。これ以上なかなか上がんないんですよね、この炉は。では、とりあえずは焼き入れをやっていきます。熱いんだよね。炉が下がらないように。かれこれ1時間ほど経ったのでよしとしますね。よいしょ。はい、これで一旦焼き入れが終わったので焼き戻し温度を下げてやっていきます。炉の温度がまだ下がりきらないのでもうちょっと待って焼き戻しですね。はい、4つのバルブシートカッター、バルブシートの仕上げ用のカッター一応できました。後ろにネジがついてるのでこのネジを締め込んで電動ドライバーをセットと。はい、これでカッターとしては OK ですね。でセンタリングシャフト。センタリングシャフトはいいかな。ではバルブガイド作ってきますが、まず綺麗な平面作んなきゃなんないので90度のやつでやります。先にで90度で一旦全部をきれいにしてきますね。この時にだいたい高さも揃えちゃいます。
体揃ってりゃ OK ですね。約15ミリで、この後傘削るから13ミリ。もうちょっとか。でもこんなもんか。13ミリ。13.6 ミリ。これね。よし。これで今出幅は揃ったね。はい、インレットがとりあえず高さを合わせました。次、エキゾースト側ですね。エキゾースト側も基本的には同じ作業を繰り返していきます。よし、これで基準の高さが揃ったから、じゃあ残り、角度をつけていくか。どっちだ ?30 度を先にやって、違う、60度先にやって、この時点で傘の直径をだいたい合わせると。60度、一番鈍角なやつをやったので、次一番鋭角なやつをやって、最後に45度でバルブフェイスのあたりを調整と。まあ最終的にはまだバルブのすり合わせしなきゃなんないので、今の段階ではそんなガチガチにはやりません。どのぐらい削れたかわかんなくなりやすいので、マジック塗っときますね。これで少しは見えるでしょう。今30度60度やったので、最後に45度を軽くやってシートカット終わりですね。よし、綺麗に入ったね。インレット側できたので、エキゾースト側やってきますね。エキゾースト側はインレット側と全く同じ作業なので、まあサクッと飛ばしていきます。はい、最後に45度と。はい、バルブシートカット全部終わったので、一度バルブを仮組みしてみます。本来ならシール入れるんですが、まあ今回ちょっと仮組みなのでシールはなしでいきますね。よいしょ。はい。OK。いい位置に収まったね。大丈夫と。はい。まだ完全ではありませんが、一応バルブも動きますね。ロックアームまだ調整必要ですね。まあ一応は動きます。
まあ動くということでよしとしましょう。この後の調整です。必要なのは。はい。では今回はここまでとなります。次回はサイドカバー、カムチェーンサイドカバーなどを進めていければと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。